早起きしてパンを焼きました。余った野菜をのせたフォカッチャです。伸びすぎた多肉植物の先端を切って土に刺しました。新しい植物を買ってこなくても何度でも楽しめる園芸です。ぷっくりした葉に張り付く水滴が美しい。年金事務所からお知らせが来ました。いわゆる年金はまだもらってません。今のところ65歳から受け取るつもりもないですよ。できるだけ繰り下げて、いざという時のために取っておくつもりです。ほぼ国民年金だから、もらえるとしても月に5万円ぐらい。元気なうちは仕事をして稼いだ分で暮らしていくつもりです。なぜそう決めたのかは動画にしているので、興味があったら見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきますね。今回届いたお知らせは、63歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金なるもの。ちょっと先輩の友達からそういうものがあるよって聞かされてたから、通知を見てこれのことかと思いました。でも友達から聞かされてなかったら何のことやらちんぷんかんぷんでした。危ない危ない。なんとなく知ってた私でも、この申込書と説明はすごく分かりにくいです。説明書には特別支給の老齢厚生年金と書いてあるけど、請求書というか申込書の方のタイトルは年金請求書となってます。これを提出して本物の年金を申し込んだことになったら困るなぁと、一抹の不安がよぎります。1ページ目にマイナンバーの記入欄がありました。マイナポータルで年金と紐付けしてあるんですけどね、書かなきゃならないんですかね。詳しくは13ページ目をご確認くださいとあったので確認してみました。読んでみたけどなんかはっきりしない。まあとりあえず書いておきますかね。というわけで必要な項目を記入して、なんと14ページ目まで記入したところで、私のマイナンバーがすでに登録済みで1ページ目に書く必要はなかったってことが分かりました。私の理解力が劣ってるのか、自信を喪失させる申込書です。提出は郵送するか年金事務所に持っていくかのどちらかです。返信用封筒は入ってませんよ。年金を払うときには口座引き落としにしますと記入しても、不要な払い込み用紙が大量に送られてきたんですけどね。もらうときはなんだか不親切な気がするのは気のせいでしょうかね。まあ言いたいことはいろいろあるけど、文句を言ってても仕方がない。社会の仕組みがどうなっていようと、日々の暮らしは続いていきます。今あるもので精一杯面白く暮らさないとね。ちょうど20歳の頃がバブルの絶頂期だったから、お買い物の楽しさはしっかり味わいました。あれはあれで面白かったですけどね。仕事と子育てで大忙しだった30代は買い物でストレスを発散してた気がします。フルタイムで働いて子供を保育園に迎えに行って、夕食を食べさせて家事を済ませて寝る、そんな毎日だったから、買い物が唯一のストレス発散でした。まあ今よりは随分稼いでたけど、その分いろいろなものを買ってました。50代後半から仕事が減って生き方を見直すことになりました。昔ほど稼げないなら買うものを減らせばいい。
難しいことは考えず、単純にそう思いましたよ。なんとなく買うんじゃなくて、これは本当に必要かってことをじっくり考えて厳選するんです。ストレス発散のために買っては捨ててを繰り返すことの虚しさにもようやく気づきました。それに家の中にあるのが本当に必要なものと本当に好きなものだけになるとストレスが減るんです。私の料理に欠かせない塩麹を作りました。お水に塩を入れて60度ぐらいに温めて、火から下ろして米麹を混ぜる。清潔な瓶に移します。常温で作るなら毎日かき混ぜて1週間ぐらいで出来上がり。ヨーグルトメーカーを使えば60度に設定して8時間で完成です。たまたま入ったスーパーで桃が特売でした。新聞は取ってないから特売チラシは手に入りません。家族のために食事を作ってた頃はチラシを見比べて安いお店にわざわざ行くなんてこともしてたんですけどね。一人暮らしの今はそういう労力は使わずに、いつものスーパーでお安いものを買えば十分です。余った野菜のフォカッチャにやっぱり余った野菜のスープ。具材がかぶっちゃってるけど味付けが違うから大丈夫です。いただきます。これで1食分はいくらでしょうね。細かく計算はしてません。1週間の食費は3000円から4000円。ちょっと贅沢して5000円っていう時もあるかな。1ヶ月2万円ってところですかね。統計によると一人暮らしの食費の平均は4万円ぐらいだから、まあ半額で収まってるってことですよね。だからって頑張って節約してる感じはないですよ。必要なものはちゃんと買ってます。本気で節約したらもっと減らせそうだけど、節約するためだけに生きてるわけじゃないですからね。ついでに作った甘いパン。残ったパンは冷凍して少しずつ食べますよ。節約を心がけてるけど、趣味は結構あるんです。一つは料理、もう一つはガーデニング。この夏は暑すぎたから野菜はうまく育たなかった。ちょっと残念だったけど、そっかそっか、そういう年もあるんだなって新たな発見でした。唯一元気だったのがバジル。パスタやピザやソースに使ったけど、それでも使い切れないほどわさわさ茂りました。涼しくなる前に刈り込んでドライバジルにしちゃいましょう。ささっと洗って水気を切って乾かします。電子レンジで乾燥させてもいいけど、太陽に乾かしてもらうのが好きなんです。毎年庭に勝手に生えてくる自然薯のつる。今年もムカゴがたくさんなりました。ほったらかしてたら玄関周りのパイプも占拠されちゃった。自然薯の赤ちゃんだからお芋の食感です。
洗ってフライパンでいって塩を振るだけで面白いつまみになりますよ。ムカゴとアジの干物で炊き込みご飯を作りましょう。お米が2合、ムカゴがたくさん、お醤油、みりん、お酒がそれぞれ大さじ2ぐらいですかね。アジの干物が1枚、すりおろした生姜は多めが美味しいです。だしパック1個で1リットル分ぐらいのだしを取って、今日使わない分のだし汁は冷蔵庫に入れておきます。5日ぐらいは日持ちしますよ。厚揚げとかぼちゃを煮よう。お味噌汁を作ろう。あっと、お味噌が足りない。1年前に作ったお味噌、熟成が進んでいい色になりました。発酵食品を作るって面白いんですよね。パンみたいにすぐに発酵するものもあれば、お味噌みたいに長い時間がかかるものもある。動物が好きで昔は犬を飼ってたけど、一人暮らしの今は動物の世話までは手が回らないな。その代わりといってはなんだけど、ガーデニングや発酵食品で育てる楽しみを味わってます。だしを取った後のだしパックの中身はぬか床に混ぜ込みます。塩もちょっと足しておこう。節約というとお金を使わないことだけに気持ちを向けがちだけど、それができる人は本当にお金が好きな人だけだと思うんですよね。毎日貯金通帳を眺めて、今日もお金を使わなかったぞってニヤニヤできる人、そういう人をバカにしてるわけじゃないんですよ。むしろ尊敬してます。それが人生の楽しみになるなら素晴らしいなって。もちろん私もお金が増えたら嬉しいけど、それが第一の楽しみにはなってないです。自分が必要だと思うものは買って無駄遣いはしないようにする。買ったものは最後まで使い切る。決めてるのはそれだけです。いただきます。そうすると余分なものを買わなくなる。目新しいものに手を伸ばしたくなった時に、ちょっと待って待って、そういうのは使い切れないよねって心の声が聞こえます。だから我が家にあるのは基本的な調味料だけ。一人暮らしになってからドレッシングも買わなくなりました。ドレッシングは手作りしてもいいし、めんどくさかったら
オリーブオイルと塩コショウを振るだけで十分。なければないでなんとかなるものです。このお昼ご飯質素ですか？でも美味しいからいいんです。塩麹ができました。お風呂上がりに明日のパンを仕込みます。せっかくお風呂に入ったのにパンをこねて汗をかきたくない。混ぜるだけで作れる茶畑にしよう。粉気がなくなったら布巾をかぶせて30分置いておきます。本でも読んで待ってましょう。30分経ったら生地をすくってぐるぐるひねります。なんとなくまとめて蓋をして冷蔵庫で一晩発酵させますよ。お肉はできるだけ塊を買ってきて塩麹につけておきます。そうすると5日ぐらい日持ちするんです。保温調理鍋でサラダチキンを作りましょう。塩麹につけた鶏肉、ひたひたのお水、火にかけて沸騰したら弱火で3分ぐらい。ガス代の節約になる保温調理鍋、大好きな調理道具です。冷蔵庫から取り出したパン生地、立派に発酵しました。
冷めるのを待ちましょう。伸びすぎたポーチュラカをカットして水につけておきました。本当はもっと早く土に植えるつもりだったけど、暑すぎて庭に出られなかった。気温も落ち着いてきたことだし、そろそろ植えますかね。お昼ご飯は焼きたての茶畑でサンドイッチにしよう。ごまだれを作ります。ヨーグルトも入れちゃおうかな。塩麹のおかげでしっとりと茹で上がった鶏胸肉。気泡ポコポコを期待して茶葉をスライス。まあこんなもんですかね。いただきます。天日干ししたバジル。太陽は偉大ですね。カラカラに乾きました。山盛りのバジルの葉、乾燥させるとこんなにコンパクト。香りがぎゅっと詰まってます。